こんにちは、マスクドモデラーです。今回は 3D プリンター出力品の塗装組み立て方法を包括的に解説します。3D プリンター出力品って何？普通のガレージキットとどう違うの？と疑問に思う人は多いと思います。中には安っぽい感じ、作るのが難しそう、なんか怪しいという誤解や悪い印象を抱いている方も多いと思います。結論を言うと 3D プリンター出力品は総じて品質が良く作りやすいガレージキットです。この動画では3D プリンター出力品とは、出力品の仮組み・組み立て、出力品の表面処理、出力品の塗装といった 3D プリンター出力品の基礎知識および 3D プリンター出力品の塗装・組み立て方を解説します。また 3D プリンター出力品ガレージキット相川博デフォルメバージョンの塗装レシピを公開し、3D プリンター出力品に対する疑問を解消できる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。1、3D プリンター出力品とは。 3D プリンター出力品とは 3D プリンターで出力したパーツを直接塗装し完成させるガレージキットです。対して従来型のガレージキットはパテや 3D プリンターで作った原型をシリコン型で複製し、複製したパーツを塗装し組み立てるガレージキットです。結論から言うと 3D プリンター出力品も従来のレジンキャストキットも塗装組み立て工程に大きな差はありません。とはいえ知っておいた方がいい相違点や共通点、注意点も少なからずありますので、実際の制作工程をお見せしながら詳しく解説していきます。ちなみに 3D プリンターには様々な種類がありますが、一般的に 3D プリンター出力品に使われているプリンターは光造形式と呼ばれるものです。光造形式とはざっくり言うと液状の UV レジンに紫外線を照射して少しずつ硬化させ、薄いレジンの層を積み上げて形を作る方式です。熱で透過した樹脂を生クリームのように絞り出して形を作る FDM 方式よりも繊細な造形を得意とするのが特徴です。厳密に言うと光造形方式でもさらに繊細な造形ができる方式を採用した高価な機種もあるらしいのですが、個人ディーラーが量産する 3D プリンター出力品にはあまり使われないと思います。今回炸裂として使用する相川日和デフォルメバージョンも光造形方式の入門機で生産されています。よりハイグレードのプリンターで生産されたキットであれば作業はさらに楽になると思います。3D プリンター出力品の仮組みと組み立て。仮組みとは塗装を始める前にパーツの合わせや歪みをチェックしたり、金属線でパーツを補強したりして組み立ての予行演習を行う工程です。結論、手順としては 3D プリンター出力品も従来のレジンキャストキットと全く同じです。これで仮組みの解説を終えてもいいくらいですが、ガレージキットなんて作ったことないよというビギナー向けに詳しく解説していきます。パーツを補強するために金属線で軸を打っていきます。各パーツの接続部に小さく印がつけてありますので、印の位置にまっすぐ 0.5mm のドリルで穴を開けます。ドリルの刃を折らないよう慎重に作業します。両方のパーツに穴を開けたら片方に 0.5mm の真鍮線を差し込んで瞬間接着剤で固定します。うまく刺さらない場合はニッパーで挟んで奥まで差し込みましょう。今回軸には全て 0.5mm の真鍮線を使用しています。強度がもっと欲しいと感じたら 1mm の真鍮線かアルミ線を使ってください。真鍮線を差し込んだらパーツを合体させて合わせを確認します。うまく合わない場合は真鍮線を曲げて調整します。相川日和デフォルメバージョンは顔パーツと腕パーツを差し替えることができます。各パーツを接着せずに軸で差し込むだけにしておけば、いつでもパーツ交換して楽しむことができます。お下げも腕パーツによっては回転させる必要があるため、パーツ同士を接着せず差し込むだけにしておきます。ある程度形になってきたら本体をアクリルベースに固定します。キット付属のアクリルベースと足の裏に 1mm の穴を開けます。穴が開いたら 1mm の真鍮線またはアルミ線を差し込みます。両足に軸を刺すのは位置合わせが少し難しいので右足だけで大丈夫です。これで仮組みは完了です。塗装後の組み立ても軸を差し込むだけで OK です。強度を上げたい場合は瞬間接着剤やシアノンで接着することができます。仮組み・組み立てに使用する道具や材料はレジンキャストキットを作るときと全く同じです。レジンキャストキットに比べてやや穴が掘りづらい感触がありますが、問題なく穴開け・組み立てができます。レジンキャストキットと同じく熱を加えると柔らかくなりますので、熱湯などを使ってパーツの歪みを直すこともできます。仮組み・組み立てに関してはご覧のようにほとんど違いはないのですが、1点だけ注意することがあります。それはレジンキャストに比べてパーツが脆く割れやすいということです。
先ほど説明した通り 3D プリンターは薄いレジンの層を重ねて形を作るため、レジンキャストに比べて粘りがなく割れやすい特性があります。大抵のパーツは落とした程度で割れることはまずありませんが、髪の毛などの細長いパーツは折れやすいので注意しましょう。パーツに穴を開けるときに無理やり力を込めると割れることがありますので、大きな穴を開けるときには気をつけてください。3D プリンター出力品の表面処理。表面処理とは、パーツの余分な部分をヤスリで削り落としたり、表面を磨いたりして、パーツを塗装に適した状態にする工程です。作業内容や使用する道具はレジンキャストキットとほとんど変わりません。とはいえ、通常のレジンキットと出力品では多少パーツの性質に違いがありますので、詳しく解説します。違いその1、パーティングラインがない。パーティングラインとは、パーツを複製するときにできるシリコン型の合わせ目です。簡単に言うと、たい焼きや大判焼きのこの部分です。この合わせの部分が一番美味しいと思うので、もしたい焼き屋の親父が、はいよ、パーティングラインちゃんと消しといたぜと表面処理したたい焼きを手渡してきたら、秒速で渾身の真空飛び下切りを叩き込むと思います。型を使わない 3D プリンター出力品にはパーティングラインがなく、そのため複雑な形のパーツを表面処理するのがとても楽に感じます。特に髪の毛はパーティングラインを削るときに形がいびつになりやすく苦労するのですが、出力品は最低限の磨きで済む上、ディティールの潰れが少ないので特に作業が楽と感じます。積層痕やパーツの形によっても変わるので一概には言えませんが、私が想像していたよりはずっと楽な印象があります。違いその2、サポート材の跡がある。サポート材とは 3D プリントする際にできる足場のようなもので、プラモデルでいうところのランナーにあたります。相川日和はサポート材を除去してありますが、ニキビのような跡がたくさん残っていますので、スポンジやすりなどで削り落としてきれいにします。パーツを指で触るとザラザラした部分があります。そこがサポート材跡ですので、スポンジやすりや紙やすりで削り落とします。サポート材跡は思ったより柔らかいので、意外と楽に削り落とすことができます。最初は240番くらいの粗めのスポンジやすりで削り落とし、320番、600番くらいまで番手を上げてやすり傷を消すと良いでしょう。違いその3、積層痕がある。積層痕とは 3D プリントする際、パーツに発生する地層のような縞模様です。光造形 3D プリンターは薄いレジンの層を少しずつ重ね合わせて形を作るため、ミルフィーユの断面のような跡ができます。肉眼ではほとんど見えないのですが、爪で触るとここ時点の側面のような手触りがするため、気になる場合はヤスリで磨き落としたり、サーフェーサーで埋めたりします。先に結論を言うと、積層痕は目立たないため無理に消す必要はありません。もちろんしっかり消した方が仕上がりは良くなるのですが、隅々まで完璧に消そうとすると費用対効果が悪いので、削りやすいところだけ320番から600番くらいのスポンジやすりでザザッと磨けば十分だと思います。どちらかというと先にサーフェーサーを吹いて積層痕を埋めてから磨いた方が早くきれいになると思います。ちなみにサーフェーサーとはパテを液状にしたもので、パーツの細かな傷を埋めたり塗料の食いつきを良くしたりする下地塗料のことです。積層痕を削って消すか埋めて消すかは好みで決めて良いと思います。積層痕はそこまで頑張って消す必要はないのですが、以下の場合はしっかりと消した方が仕上がりが良くなります。1つ目はピカピカの光沢仕上げにしたいとき。2つ目はアイペイントをするときです。光沢仕上げにする場合、積層痕が残っていると綺麗な光沢になりません。フィギュアの場合、光沢にすることはあまりないのですが、光沢仕上げは下地の綺麗さが命ですので、しっかりと積層痕を消しましょう。筆でアイペイントをするときも積層痕が残っていると塗料が積層痕に入り込んできれいに描きづらくなります。写真は積層痕に塗料が入り込んで汚れてしまったところです。アイペイントははみ出した塗料を薄め液をつけた筆で拭き取る工程があり、その時に墨入れのように塗料が溝に入り込んでしまいます。普通に筆で塗り分ける程度であれば全く問題ないのですが、薄め液で極端に薄くなった塗料は汚れが広がりやすいので注意しましょう。解決策としては240番から1000番くらいのスポンジやすりや紙やすりでしっかり磨いた後、光沢クリアを拭いて保護すれば OK です。瞳デカールを使用する場合は無理に積層痕を消す必要はありません。従来のレジンキットやプラモデルにも言えることですが、パーツの表面をどれくらい滑らかにしたいかは人それぞれですので、ぜひ一度実際に出力品を手に取ってパーツを磨いてみてください。違いその4、理系剤を落とさなくていい。理系剤とはシリコン型からレジンキャストを剥がしやすくするための油のようなものです。パーツの表面に理系剤が残っていると塗装が剥がれてしまうため、パーツを洗浄する必要があるのですが、3D プリンター出力品には理系剤を使っていませんので、理系剤落としは不要です。
離型剤を落とすのは結構手間ですので、この工程が不要なのはとてもありがたいです。違いその後、塗料の食いつきが異常にいい。3D プリンター出力品はなぜか異常なまでに塗料の食いつきが良いです。使用するレジンによっても違うかもしれませんが、爪でガリガリ引っかいても簡単には剥がれません。積層痕がない完全な平面でも食いつきが良いので、積層痕に塗料が入り込むのが原因の全てというわけでもないようです。理由は謎ですが、少なくともラッカー系塗料であれば、塗料の食いつきを良くするためにサーフェイサーやマルチプライマーを拭く必要がなくなります。タミヤアクリルや水性ホービーカラーは未検証ですので、これらの塗料をお使いの方は事前に塗料の食いつき具合を確認することをお勧めします。ちなみにマルチプライマーとは塗料の食いつきを良くするために使われる透明の下地塗料です。レジンの色を利用してクリアカラーで肌色を塗装するサフレス塗装をするときにとても便利な商品です。まとめると 3D プリンター出力品は塗料の食いつきが良いため、マルチプライマーは特に必要ないと思います。サーフェイサーも塗料の食いつきを良くするという目的であれば必要ありません。ただし、積層痕を消すときにサーフェイサーを使うのはとても有効ですので、パーツの滑らかさにどれくらいこだわるかで使うかどうか決めて良いと思います。工程をまとめると、手軽に 3D プリンター出力品の塗装を楽しみたい人は、240番から600番のスポンジヤスリでサポート材の跡を消す。パーツの見分けやすい部分だけ320番から600番のスポンジヤスリでざっと磨く。これだけやれば塗装に進んでも大丈夫です。離型剤もついていないですし、塗料の食いつきも良いので、マスキングテープを剥がして塗装が剥がれる心配もないはずです。仕上がりに妥協したくない上級者の方はこの後さらに、サーフェイサーや光沢クリアで積層痕を埋める。もう一度全体をスポンジヤスリで磨く。3と4を納得いくまで繰り返せば完璧です。表面処理については、パーティングラインがない分 3D プリンター出力品の方が比較的楽と感じます。シリコン型複製で発生するディティールのつぶれやパーツ表面の波打ちも少なく、積層痕も目立たないためざっと磨いて塗装に進むことができます。3D プリンター出力品を敬遠する人の多くは表面処理が大変そうというイメージを持っていると思いますので、安心して出力品にチャレンジしてみてください。3D プリンター出力品の塗装。塗装の要領はレジンキャストキットと全く同じです。エアブラシ、缶スプレー、筆、いずれを使っても問題なく塗装できますので、正直これといって説明することはありません。ただし、塗装をやり直すとき、薄め液などの有機溶剤に長時間浸すのは NG だそうです。レジンは溶剤に溶けないので一見なんともないのですが、内部に溶剤が浸透すると、ある日突然ひび割れが起こる可能性があるとのことです。理屈としてはレジンに溶剤が浸透すると、レジンの油分が抜けて収縮が起こるからだそうです。その理屈だと個人的には相当長時間溶剤に浸さない限りは大丈夫な気がしますが、できるだけ避けた方が良いでしょう。SK 本舗さんに問い合わせたところ、溶剤を含ませたコットンなどで拭き取る方法がベターとのことです。溶剤を浸したメラミンスポンジをこするときれいに塗料を落とせる上、レジンへのダメージも最小限にでき、溶剤の消費量も少なくできますので参考にしてください。というわけで、ここで終わってもいいのですが、せっかくですので相川日和デフォルメバージョンの塗装工程を解説します。まず肌色です。スポンジヤスリでパーツを磨いてから光沢クリアで積層痕を埋め、表面を整えた状態です。レジンが若干黄色がかった白ですので、今回はサフレスフレッシュピンク単色で塗装します。サフレスフレッシュピンクは隠蔽力がないクリアカラーですので、様子を見ながら少しずつ吹き付けていきます。濃く吹きすぎると色を薄くすることは基本的にできないので、慎重に色を重ねていきましょう。ちなみにこちらがイラストレーターの司さんに描いていただいた日和の元イラストです。比較しないと分かりにくいのですが、肌の色はやや色白のピンク系ですので、元絵に合わせて雰囲気を調整します。いい感じになりました。目安としてはガイアノーツのノーツフレッシュよりもやや薄いくらいで仕上げています。不透明の肌色塗料や市販の PVC フィギュアをお手本にすると色を合わせやすいと思います。肌の塗装ができたらマスキングして細部を塗り分けます。まず塗り分けの際の部分に 0.5mm の極細マスキングを貼ります。次にマスキングテープにかぶせるようにしてマスキングゾロを塗ります。マスキングゾロが乾いたら細かく切ったマスキングテープを重ねて貼ります。こうするとマスキングテープの間から塗料が入り込むことがなくなり、きれいに塗り分けることができます。ラインの部分をブリリアントピンクプラスホワイトで塗装した後、ラインを 0.7mm のテープでマスキングします。シューズもこの時点でマスキングしておきます。ラインをマスキングしたらニュートラルグレー4でソックスを塗装します。グレーを塗った後、ブラックプラスクリアでシャドウを入れます。不
太ももと足首のあたりを狙って暗くするといい感じになります。マスキングを剥がすとこんな感じです。次はシューズを塗ります。シューズはとても細かいので全て筆塗りします。面相筆で丁寧に細かい部分を塗ります。塗装の順番はホワイト、ピンク、ブラックの順にするときれいに塗り分けられます。暗い色の上に明るい色を塗ろうとするときれいに発色しないので、明るい色から順番に塗ると良いと思います。次は髪の毛です。最初にサーフェイサーを兼ねてベースホワイト線プラスコーラルピンクで全体を均一に塗装します。次にコーラルピンクプラスクリアで影を入れます。塗料にクリアを混ぜるのは塗料を薄くしてグラデーションのコントロールをしやすくするためです。最後にバルーンプラスナチュラルブラウンプラスクリアで影を強調して完成です。エアブラシは繊細な細拭きができる 0.18mm を使用していますが、日和の髪の毛パーツはとても大きいので 0.3mm でも大丈夫です。髪の毛塗装の練習にうってつけですので、ぜひ試してみてください。ちなみにこれはうっかり汚れた手で触ってしまい、やり直しになったパーツです。私はかなり注意力散漫でそそっかしいので、瓦礫を作るたびに大抵何かやらかしてやり直しになります。うまくいっていた作業がパーになると、リゼロのエンディングテーマが脳内再生されて落ち込むのですが、最近はやり直すことも工程の一つとして捉えているのでへっちゃらです。次はスカートです。ラインをホワイトで塗装した後マスキングし、ニュートラルグレー3プラスレッドブラウンで均一に塗装します。塗装クリップでつかみにくいパーツは組み立て後見えなくなる場所に穴を開け、真鍮線を差し込むと塗装しやすくなります。次にブラックプラスクリアで影を強調します。マスキングを剥がすとこんな感じです。塗料がはみ出した部分があれば筆で修正しましょう。次はジャケットのブルーです。ジャケットのブルーは最初に基準となる色を作り、基準の色を取り分けてハイライト色とシャドウ色を作ると色に統一感が生まれます。基準となる色はウルトラブループラス純色マゼンタプラスブラックです。ハイライト色は基準色を取り分けてホワイトを混ぜます。シャドウ色は基準色を取り分けてブラックとクリアを混ぜます。ハイライトとシャドウができたら基準色にもクリアを混ぜてグラデーションしやすくしています。これを中間色として使います。順番に塗装するとこんな感じになります。ブルーを塗装後、マスキングしてニュートラルグレー2を塗り、ラインを塗り分けるため 0.5mm のマスキングテープを貼った状態です。マスキングの手順は先ほどと同じですが、ざっとおさらいします。これがこうなってゴージャ。ラインを塗り分ける前に襟の部分をそれぞれホワイトとニュートラルグレー4プラスブラックで塗り分けました。ホワイトの部分はデカールを貼りますので塗り分けは適当で大丈夫です。襟をマスキングしてラインをホワイトプラスウルトラブルーで塗装しました。なかなかいい感じになりました。襟とポケットはデカールがありますので、また後ほど解説します。続いて小物類のレシピをざっとご紹介します。ひまわりの花びらはイエロープラスホワイト。花の中央部はレッドブラウンプラスホワイト。葉っぱはグリーンプラスホワイト。花びらにエナメルのオレンジで墨入れすると完成度がぐっと上がります。たい焼きは透光色プラスホワイトプラスレッドブラウン。細部やあんこをエナメルのブラウンで書き込むとより美味しそうに見えます。模型大好き日和の相棒エアブラシとニッパーの刃は EX シルバーをメタリックマスターで希釈して塗装しています。シルバーの下地にブラックを塗装するとより輝きが増します。ニッパーのグリップはエナメルのホワイトプラスブルーで筆塗りしています。よく見るとなんだか有名な宇宙人が持っているニッパーに似ている気がしますが、多分気のせいですのでよしとしてください。今回使用したツールや塗料は概要欄にまとめてありますので参考にしてみてください。塗装が一通り終わりましたので次はデカールを貼ります。このキットには配給プリント製の高品質デカールが付属しています。私は正直アイペイントが大嫌いなので、ものすごく私に優しい仕様になっています。まずデカールを切り取って水に浸して 1,2 分程度待ちます。水は少なめの方が貼りやすいと思います。デカールが台紙から浮いてきたらピンセットでつまんで持ち上げます。デカールをパーツの上に置き位置を合わせます。ピンセットは模型用の精密ピンセットを使うことをお勧めします。100均のピンセットよりも精密に位置を合わせることができて便利です。時々前髪を合わせて位置を確認します。デカールが乾いて動かしにくくなってきたらスポイトで水を差して動きやすくします。無理に動かそうとするとデカールが破れてしまいますので注意してください。デカールが曲面になじまない場合は熱湯に浸した綿棒を押し当てるときれいに密着します。熱湯でもうまく貼り付かない場合はマークセッターを塗って密着させてください。いい感じなのですが少し白目が大きすぎたかなと思いましたので修正します。白目の角の部分をほんの少しだけ切り取ります。貼ってからデカールを切るときは
よく乾燥させてからよく切れる新品の刃で切り取りましょう。イメージ通りに仕上がりました。微妙な差ですので貼ってみて気にならなければそのまま使ってください。同じく正面向きの顔も白目の幅が大きすぎたと感じましたので、デカールを貼った後、白目の内側をナイフで切り取って修正しています。他のパーツも同様にデカールを貼ります。腕パーツは左腕にワッペンのデカールを貼ります。余談ですが、このワッペンはイラストレーターの司さんが日和は模型好きという設定を拾ってニッパーをあしらってくださったものです。こういう細かいところに遊び心を入れてくださる方の仕事は素敵だなぁと感動しました。ジャケットの襟とポケットもデカールを使用します。これを塗り分けると超めんどくさいので、ほんとデカールにしといてよかったと思います。おさげの髪留めもやや硬くて馴染みにくいので、熱湯に浸した綿棒で曲面に密着させます。ポットや魔法瓶などで作業部屋にお湯を確保すると作業がはかどります。ポケットと髪留めはデカールの余白を赤線のようにカットしておくとパーツにぴったり合い貼りやすくなります。ソックスと袖のラインデカールについては貼るのが結構難しいので、正直なところマスキングで塗り分けた方が良い気がします。予備がありますので塗装前にテストしてみてデカールを使用するか塗装するかを決めていただくと良いと思います。デカール貼りと塗装が終わったら艶消しクリアコートして完成です。今回紹介したレシピは上級者向けですので、ビギナー向けのレシピも1分程度で簡単に紹介します。肌はサフレスフレッシュピンク、ジャケットはアイアンブルー、スカート、ソックス、シューズはジャーマングレー、ブラウスはホワイト、リボンはレッド、髪はホワイトプラスコーラルピンクを下地にしてコーラルピンクで影をつけています。髪の毛のみ2色使っていますが、他は全て単色のシンプルな仕上げです。髪の毛も 0.3mm のエアブラシで綺麗に塗装できますので、ぜひチャレンジしてください。今回紹介したレシピはあくまで例の一つですので、皆さんの思った通りに色を塗り、感じたままに手を動かしてみてください。日和は綺麗に作ってもらうことよりも、あなたの最初の一体となって 3D プリンター出力品を作る楽しさを知ってもらいたいと願っています。あなたと一緒に模型作りを楽しみ、時々たい焼きを頬張れば、日和はいつも幸せです。さて、次回はガレージキットのデータ販売についてお話しします。3D プリンター用の出力データを販売することで、世界中の模型ファンにガレージキットを届けることが可能になります。実際にデータ販売をしてみた手応えや問題点、課題と可能性などを実践と経験をもとに詳しく考察する予定です。3D プリンター出力品とデータ販売に興味を持たれた方は、概要欄にブースのリンクがありますので、ぜひ覗いてみてください。私の夢は世界中の人々がいつでも好きな時に好きなだけガレージキットを楽しめる世界を作ることです。相川日和は私と一緒に夢を追うパートナーであり、共に競うライバルとして生まれました。この夢に共感してくださる方は、これからも日和を応援していただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日があなたにとって素敵な模型日和でありますように。